ほぼみんな自己 PR 決まったみたいやけど、あの二人は苦戦してるみたいやな。僕とは違うって嫌なくらい分からされてイライラする。ありがとう。ケイトさんのおかげで思い出せたよ。俺にはやっぱりデスメタルなんだ。京也さんのデスボイスは禁止されていると書かれていたはず。声が出ない。裏切られちゃったんだね。唯一の居場所だったデスメタルに。僕と一緒だね。包丁を使うときは左手は猫のお手手だよ。はい、やってみてにゃー。分かってるよ。形はどんな風に切ればいいの？イチョウ短冊さいの目、なんでもオッケー。こんな感じ？うわ、とっても上手。ねえ、俺のこと5歳児だと思ってない？なにこの空間。マイナスイオン大放出中なんですけど、癒される。猫と鳥が料理しとる。おもろいな。言い方。あれ、二人で料理してるの？大根と蜂蜜、片隅に置かれた瓶。何を作ろうとしているのかは明白だな。蜂蜜大根、京也に持っていこうと思ったの。レシピは咲夜先輩に教えてもらったよ。そうなんだ。二人とも優しいね。優しくなんてないよ。京也の歌唱力は俺たちにとって大きな武器だから、フォローするべきだと思っただけ。ミケラはとっても優しくて思いやりがあるいい子だよ。だから子供扱いやめてってば。ならば俺は粥でも差し入れるか。うわ、きっと京也喜ぶよ。なんかこうしてインターナートにいると不思議な気持ちになるな。不思議な気持ち？俺たちはどうして他人にそんな風に優しくできるんだろう。いつか裏切られるかもしれないのに。ヒロミ？本はダメ。黙読でも声帯って無意識に動いてるの。だから読書も歌詞を見ながら口パクするのもダメ。でもスマホもないし風邪をひいたわけでもないから暇なのはわかるよ。でもダメ。すごい喋る。はい。僕ね、今嬉しいんだ。君と僕は違うんだって思ってイライラしてたけど、そうじゃなかったんだって分かって。モネさんと俺が何？君と僕は一緒だったんだよ。好きなものに裏切られたら何も残らない。空虚で中身のない存在。結局僕たちは人から与えられたものしか入ってないんだ。自分からは何も出てこない。そうでしょ、京也。ストップ。何ですか？お話中悪いんやけどな。やり返せない相手を一方的に攻撃するんは褒められたことやないで。そうだ。どうしてこうなったっていう状況だけど、どんな理由があっても人を傷つけようとして喋る言葉は絶対良くないっていうか、どうせあなたたちには分からない。たくさんのものを持ってるあなたたちには僕たちの気持ちなんて。違う。俺はモネさんとは違う。京也、大丈夫？急に大きい声出したらあかんて。そっか、分かった。ごめんね。モネさん。前から思ってたんやけど、モネ君、京也君にだけ当たりが強ない？それ、俺も思った。普段は誰のことも興味ありませんって感じなのに、京也にだけはわがままっていうか。
現在の一世の俺に対する態度そのものでーす。甘えとんのかもしれんな。この人やったら自分のダメなところも情けないところも全部受け入れてくれるんやないかって。試し行動ってやつ？みおくん、なんで照れてんの？おう。アイドル候補生の皆さん、次の課題についての発表があります。至急センターホールにお集まりください。何？公開延期？はい。PR 動画は皆さんの準備が整い次第、一斉に公開することとします。承知しました。時間ができた分、より良いものになるよう努めます。今日や死にそうな顔してんじゃねえよ。体調を崩すことは誰にでもある。迷惑だなんて思ってないから安心しろし。もしぐちぐち言うやつがいたらうちがビシッと言ってやるから。そうだね。気にしなくて大丈夫だよ、京也。勝つのは僕だから。どうせ最後に勝つのは僕だから。京也の動画がどうなっても関係ないよ。モネ君、どうしたの？言うじゃねえか。言うよね。愛之助ビシッと言ってやるんじゃねえのか？無理無理。何突然のこの空気、怖すぎ。モネさん、何？京也さんだけではありません。あなたのことも考慮しての公開延期ですよ。どういうこと？モネ君もまだ何を撮るのか決まってないやろ？ずっと気になってたんや。モネ君はなんでこのオーディションに参加してるん？今のままやったら誰にも伝わらんで。ちょっとそんな詰めるみたいに聞かなくても。でも俺も同じ気持ちかな。モネのことを応援してるグランツもモネの本当の気持ちを知りたいって思っているはずだし。だって何もない。特技も好きなものも僕には何もない。美味しい。そりゃよかった。どんどん飲めよ。蜂蜜大根はゆっくり飲むものだと思いますよ。あ、そうなのか？ありがとう、二人とも。心配ばっかりかけてごめん。京也さん、声が元に戻ったような気がしますね。もう喉の痛みもないし大丈夫そう。モネさんのことなんだけど。邪魔するぞ。リオムくん。どうした？遊びに来たのか？ラップバトルのお申し込みですか？ちげえよ。モネが。どこにもおらへんな。隠れる場所なんてそんな多くないはずなんやけど。どうしたんみおくん。モネくんなら昨日のボイコットの件もあるし、そこまで心配せんでも。みおくん、心の中読めへんこともあるから教えてくれる？なんか俺モネのことどっかで見たことある気がしてて。どこだっけ？思い出せそうで思い出せない。すっごくモヤモヤする。一星、一緒に考えて。なんでやねん。モネがどこにいるのかのヒントになるかもしんないじゃん。そうか？考えて。はいはい、みおくんにはかなわんわ。でもな、偶然街で出会ってたってのはさすがに考えづらいやろ。それは運命的すぎる。見たことあるならみおくんが通ってた養成所とかやない？いやいや、養成所で会ってたらすぐ思い出す。ああ！びっくりした。そうだ、養成所。え？昔発表会で見た。同じ養成所の後輩じゃん。ほんまにそうなん？あんな綺麗な顔の子一回見たらなかなか忘れへんと思うけど。いや、顔は確かにめっちゃ綺麗だなって覚えてたんだけど、
性格全然違った。どんな風に？もう天真爛漫って感じ。ほんまに？ほんまに。今の話、本当ですか？いや、本当なんですよね。だったら調べてもらうことできますか？調べる？その時のモネさんに何があったのか、養成所の時のお友達に聞いてみてほしくて。いやー、でもそこまで頻繁に連絡取ってないし。でも全員と疎遠ってわけでもないやろ？そうですよ、少しはいるでしょ、仲いい人。あ、おらんのか。すみません。ああ、そうだよ、その通り。陰キャなめんだ。ってことでミオくんから探るのは難しそうやな。お役に立てず。少しでもモネさんのこと知れればと思ったんですけど。京也くんはあれだけひどいこと言われたのに、なんでそんなにモネくんのこと気にしてんの？俺もそれめっちゃ気になる。わかりません。自分でもよく。でも俺はどうせ何も決められない。空っぽなんだから。誘われたから。君はアイドルに向いてるってスカウトされたから来ました。ありがとうございました。居場所ができたから。この4人なら何だってできるよ。聞いてません。デビューはみんな一緒にって。僕だけ所属なんて。僕はアイドルになりたいわけじゃない。仲間と一緒にデビューしたいだけです。所属の話断ったよ。僕はみんなと一緒にいたい。この4人でデビューできる日まで諦めたくない。だって僕たちは最強の仲間だが。わかりました。はい、もういいです。言われたことをやります。それなら誰も文句ないでしょう。モネさん、怖い夢でも見たの？京也、どうして？愛之助くんがもしかしたらって教えてくれた。ファーストの時ここに隠れてた人がいたみたい。声治ったの？ミケラくんとケイトさんが蜂蜜大根作ってくれたんだ。咲夜先輩直伝のレシピ、すごいよね。ずいぶん嬉しそうだね。うん。俺のために時間を使ってくれたことが嬉しい。単純だね。みんなの優しさもいつなくなるかわからないよ。君のデスメタルみたいに。俺さ、学校に馴染めなかったって言ったよね。中学出た後進学しないでフリーターになったんだ。でもそこでもやっぱり馴染めなくて、何度もバイト先を変えて、しまいには引きこもったりして。兄ちゃんがやってたデスメタルバンドの練習を見に行くのだけが
楽しみだった。俺がデスメタルに興味があるって言うとバンドのみんなすごく喜んで、さすが弟だって褒めてくれた。俺はみんなに喜んでほしくてデスボイスの練習を始めたんだ。でも突然兄ちゃんからデスボイスを禁止された。なんで？デスメタルは兄ちゃんのものだったんだ。俺が見つけたものじゃない。俺だけじゃ好きなものを見つけられなかった。そういうところを兄ちゃんは見抜いていたんだと思う。なんで僕にそんな話するの？なんでかな。ひどいこと言われてるし怒ってもいるんだけど、でもモネさんはライバルだから。どういうこと？ライバルって好敵手って書くよね。そこには好きっていう字が入ってる。でも敵っていう字も入ってる。めぐるさんが前に教えてくれて知ったんだ。俺漢字苦手で。じゃなくてとにかく俺もモネさんとそういうライバルになりたいって思ったんだ。利害関係がどうとかじゃなくて、ちゃんと好きだけど時々ぶつかったりする好敵手。それ質問の答えになってる？なってないよね。まあいいんじゃない？プティで君らしくて。アイドルになりたいわけじゃなかった。養成所で仲良くなった友達に喜んでもらいたくて、メンバーのために頑張ろうって思ってただけ。それどうなったの？僕ら自分の気持ちを知るのが下手だね。京也はデスメタルのどんなところに惹かれたの？かっこいいところ。どこが？デスメタルって死とか地獄とかをテーマに曲作りをするから、暗かったり怖かったりっていうイメージを持たれやすいんだけど、俺は特にそこが好きで。なんで？死は新しい始まりでもあるから。新しい始まり？後悔した今日を超えて古い自分を脱ぎ捨ててまた新しい明日を始めようって思えるから。モネさんはなんで昼寝が好きなの？こんなライバル相手なら寝てても勝てるから。ひどい。それに起きてるってことは考えなきゃならないから。でも寝ていれば今日が早く終わるでしょ。そしたら新しい明日が来る。やっぱり俺たち一緒だね。そうかな？もしかして違うって言ったの根に持ってる？さあ。でも君とならこの先のオーディションも退屈しないで済む気がするよ。話したいこととは何ですか？モネさん、京也さん。自分の気持ちはまだ自分でもわからない。けど向き合います。だから一星さん、ミオさん、相談に乗ってほしいです。やっとメンターらしいことできるな。いっぱい頼って一緒に考えようね。
エシめっちゃ可愛いキュンちゃん。京也さんは俺はやっぱりデスメタルがデスボイスがしたいです。大切なんです。このオーディションを通してアイドルに惹かれた気持ちと同じぐらいに。だから兄ちゃんがダメだって言っても俺は。わかりました。お兄さんがおっしゃっていたことをお伝えしますね。兄ちゃんが。京也さんはお兄さんが静止するのも聞かずにデスボイスの練習にのめり込み喉を痛めたことがあるそうですね。まるでそうしなければ自分の居場所がないというように必死だったと伺っています。お兄さんはそんなあなたを見るのが辛かったと。今も同じ気持ちですか？違います。俺が声を枯らしてもみんながそばにいてくれました。デスメタルは俺が居場所を得るための道具じゃありません。わかりました。もう心配はいらないようですね。はい。よかったよかったね。おかんか。モネさん、これから一緒に。ちょっと寝ないで。最近いっぱい考えてたから寝不足で。もう起きて。肝が座っとるな。まあ何はともあれ無事に決着してよかったわなあ。みんなおい、バレてんじゃねえか。おかしいです。僕の壁に耳あり扉下に隙間ありプロダクションモデルスペック 3.5 は床下を這う特殊構造でケーブルは目立たない仕様になっているはず。見たこともないケーブルが床にあるのは目立つな。みんな。よし、言いたいことはいろいろあるな。だが盗み聞きのことは水に流そう。俺たちはみんな京也とモネが心配だった。そして今二人は前向きに課題に取り組もうとしている。つまりハッピーエンドじゃねえか。力技でうやむやにしようとしてる。皆さん盗み聞きが趣味のようですね。後できっちりお話ししましょうか。マジ切れ。おお、俺たちは怒られるのか？なんで嬉しそうなの？もうね、見つかってよかったよかった。心配かけてごめんねみんな。終わりよければ全てよしってな。まったくこれ以上心配かけないでよ。なあみおくん。お、何？ごめんな。え？この頃みおくんに甘えとったわ。反省せなあかんな。何謝ってるの？一星が俺に？怖っ。みおくん、全部出してまうお口はこのお顔にあるやつかな。ごめんなさい。あー、悔しいな。うちは関係ないし。おい、違うって。壊れるときは壊れる。なるほどな。確かに。てかさ、モネと京也がどうなろうがうちらには関係ないのに、こんなドタバタしてうちらみんなお人よしすぎじゃね？そうかもね。いや、寝るんかい。そうだね。いつまでこんな風でいられるのかな。いや、ごめん。なんでもない。さ、一星、もしかして俺たちが探してるスパイって。ああ、あの子気になるな。
Nobody knows 決めた思いを叶えるために今行こう Wake me up この瞬間立ちはだかる高い壁は突破して目指すのさ New One 全て超えていけるはずさ It's your turn 燃えてるライフ火花散らしながら Go fast 全てをかけて勝ち進むだけビリギリを背負いけるところまで Hey now Stay true Stay true 内なる声を信じればいい突き抜ける